2015年5月、アメリカ、テキサス州の法廷で、一人の男が静かに立っていた。判事が判決文を読み上げる。その声が法廷に響いた瞬間、男の目から涙がこぼれ落ちた。傍聴席にいた家族が駆け寄り、彼を力強く抱きしめた。泣き崩れる母親、震える手で息子の背中をさする父親、誰もが声を上げて泣いた。無罪。たった一言が、18年間の地獄を終わらせた。だが、この瞬間にたどり着くまでに、どれほどの時間が失われたのか、どれほどの叫びが、誰にも届かなかったのか。話は遡る。1997年、アメリカ、テキサス州で発生した強盗殺人事件。現場に残されたわずかな証拠と、目撃者の証言。警察が追っていたのは、一人の容疑者だった。しかし、彼らが逮捕したのは、その容疑者ではなかった。顔があまりにも似ていた。双子の兄と弟、生まれながらに同じ顔を持つ二人。その偶然が、一人の無実の人間から18年という歳月を奪うことになる。弟は訴え続けた。私じゃない。と、しかし誰も信じなかった。目撃者は彼を指さし、裁判官は有罪を言い渡した。そして兄は、逃げ続けた。この事件は、2026年現在もなお、司法のあり方を問い続けている。どんなに精緻なシステムも、人間の思い込みの前では脆く崩れ落ちることがある。では、逮捕されたあの日、弟は何をしていたのか。18年前、彼の日常はどのようなものだったのか。次は、事件が起きる前の、ごく普通の一日から見ていこう。1997年、テキサス州の小さな町に、一人の青年が暮らしていた。名前はウィリー・ウィリンガム。当時、まだ20代前半だった。彼の朝はいつも決まっていた。早起きして、コーヒーをいっぱい飲む。それだけで、一日が始まった。特別に裕福でもなく、特別に不幸でもない、ごく普通の、アメリカ南部の若者だった。仕事は近所の工場での肉体労働だった。決して楽ではなかったが、彼は文句を言わなかった。汗を流して稼ぐことに、誇りを持っていた。休日には、友人たちとバスケットボールをした。笑い声が絶えなかった。近所の人々は彼のことを、穏やかで礼儀正しい青年だと口を揃えていった。家族との時間も大切にしていた。母親の手料理を食べながら、将来の夢を語ることもあった。いつか自分の店を持ちたい。小さくてもいい。自分の力で何かを築きたい。そんな、どこにでもある夢だった。しかし彼には、一つだけ特別な事情があった。双子の兄の存在だ。顔は鏡に映したように振り二つだった。声も、歩き方も、よく似ていた。子供の頃から、二人はよく間違われた。それは笑い話の一つだった。少なくとも、あの日が来るまでは、兄はどこか危うい道を歩んでいた。ウィリーはそれを知っていた。心配もしていた。だが、まさかその、顔の一致が、自分の運命を根こそぎ変えてしまうとは、思ってもいなかった。1997年の秋、その静かな日常は、突然終わりを告げる。1997年、テキサス州、秋の夜風が街を静かに冷やしていたその夜、一件の強盗殺人事件が起きた。被害者は地元の小さな店の経営者だった。何者かが店に押し入り、金を奪い、命まで奪っていった。残されたのは、血と、わずかな目撃証言だけだった。警察はすぐに動いた。目撃者の証言をもとに、犯人の人相書きが描かれた。それは、ある男の顔に酷似していた。前科を持ち、すでに当局の目に留まっていた男。その名はウィリーの兄だった。しかし兄は、すでに姿をくらましていた。おえどもおえども、その影はつかめない。捜査は行き詰まっていた。そんな時、警察の視線はある男に向いた。街を普通に歩いていた。一人の男に、その顔を見た瞬間、捜査員の中で何かが弾けた。あの男だ。と、誰もがそう感じた。だがその男は、ウィリーだった。兄ではなく、弟の方だった。顔は同じだった。体格も似ていた。目撃者たちは声を揃えた。この人です。と指さした。ウィリーは叫んだ。私じゃない。と、私はあの夜、別の場所にいた。と、しかし誰も耳を傾けなかった。
双子というだけでは無実の証明にはならなかった。状況証拠は積み重なっていった。目撃証言は揺るがなかった。そして裁判所は判決を下した。有罪。懲役18年。ウィリーの日常はその一言で終わった。兄の顔を持って生まれたこと。それだけが彼の罪だった。しかし本当の戦いはここから始まる。鉄格子の向こうでウィリーはまだ諦めていなかった。1997年、テキサス。警察はついに容疑者を特定したと確信していた。目撃者の証言、現場付近での目撃情報、そして何より顔、その顔が全ての疑いをウィリーへと向けた。逮捕の瞬間、ウィリーは抵抗しなかった。当然だった。自分は何もしていない。そう信じていたから。取り調べ室に座らされたウィリーは静かに、しかしはっきりと言い続けた。私ではない。兄を探してください。と。しかし捜査官たちは聞かなかった。いや、聞こうとしなかった。証拠は揃っていると彼らは思い込んでいた。目撃者は法廷で証言台に立った。あの男です。と、ウィリーを指さした。その指先は一人の人間の運命を決めた。弁護側は必死に戦った。アリバイを提示した。双子の兄の存在を訴えた。しかし陪審員の心はすでに動いていなかった。目撃証言という言葉の重みが全てを押しつぶした。DNA 鑑定の要求も当時は退けられた。必要ないと判断されたのだ。証拠は十分だと。その判断が一人の無実の男から18年を奪うことになる。判決は有罪。懲役18年。法廷に響いたその言葉をウィリーはどんな気持ちで聞いたのだろうか。怒りか、絶望か、それとも信じられないという虚無感か。正義の場であるはずの法廷が最大の過ちを犯した瞬間だった。鉄格子が閉まった。外の世界が遠ざかっていった。しかしウィリーの中で何かが消えることはなかった。必ず証明するという静かな炎が、その炎が長い習慣生活の中でどう燃え続けたのか。次は鉄格子の向こう側の日々を追う。鉄格子の向こう側に時間は静かに積み重なっていった。一日が終わり、また一日が始まる。その繰り返しがやがて都市単位になっていった。ウィリーにとって刑務所の壁は単なる建造物ではなかった。それは無実の人間に課せられた見えない罰の象徴だった。朝目が覚めるたびに同じ天井が目に入る。同じ匂い、同じ音。外の世界がどう変わっているのかもわからない。友人たちは年を重ねていった。家族は老いていった。しかしウィリーだけがあの判決の日に時間を縛られたままその場所に止まり続けた。絶望は静かにやってくる。怒りのように叫ばず、涙のように流れもしない。ただじわりじわりと心の奥に染み込んでくる。もう誰も信じてくれないという感覚が日常の空気のように漂っていた。それでもウィリーは諦めなかった。なぜ諦めなかったのか。明確な答えは本人にしかわからない。しかし一つだけ確かなことがある。彼の中には常に自分は違うという揺るぎない事実があった。その事実だけが暗闇の中で唯一の灯りだった。18年という歳月は人の人生を根こそぎ変える。20代で入り40代になって気づけば青春と呼べる時間はすでに過ぎ去っていた。それでも消えなかったあの静かな炎は。そしてその炎に気づいた人間が外の世界にいた。ウィリーを諦めなかった人たちが動き始めていた。外の世界で動いている人たちがいた。ウィリーの母親は息子が無実だと信じ続けた。面会のたびに彼女は言った。あなたは必ず出られる。必ずよ。と、その言葉は刑務所の壁を越えてウィリーの心に届いていた。家族の信念は折れそうになる心を何度も支えた。しかし信念だけでは扉は開かない。転機が訪れたのは一人の弁護士が事件に注目したことからだった。彼女は記録を読み込んだ。目撃者証言の矛盾、捜査のずさんさ、そして何より双子の兄の存在がまともに捜査されていないという事実。積み上げられた疑問は
やがて確信に変わった。この男は、やっていない。と、彼女だけではなかった。冤罪被害者を支援する市民団体もまた、この事件に関わり始めた。彼らは証拠を掘り起こし、関係者に話を聞き、法廷の外で声を上げ続けた。社会に訴えた一人の人間が正しくない理由で人生を奪われている。と、その声は小さかった。最初は誰にも届かないように思えた。それでも彼らは止まらなかった。ウィリーが刑務所の中で消えない炎を守り続けたように、外の世界でも諦めない人間たちが確かに存在していた。一つの真実を信じて足を動かし続けた。やがてその努力が一つの扉を叩く。 DNA 検査の申請。それは長い戦いの末にたどり着いた最後の、そして最強の武器だった。科学という光が18年の闇にようやく差し込もうとしていた。 DNA 検査の申請。それは単なる手続きではなかった。18年という歳月を背負った一人の人間の魂の叫びだった。弁護士のステファニー・スティーブンスはこの案件に初めて触れた時、胸の奥に何かが引っかかるのを感じた。証拠が薄すぎる。目撃者の証言だけで人の一生が奪われていた。彼女はすぐに動いた。2015年、テキサス州の無実証明プロジェクトが正式にこの件を受理した。当時の証拠品が倉庫の奥から引き出された。事件から18年が経っていた。それでも DNA は消えない。科学は時間に負けない。鑑定が始まった。研究室の中で静かに、しかし確実に真実が形を持ち始めた。採取された DNA のサンプルは服役中のウィリーのものとは一致しなかった。その報告書が届いた時、スティーブンスの手が震えた。予感はあった。しかし現実として突きつけられると、怒りと安堵が同時に押し寄せてきた。無実だった。最初からずっと無実だった。では一致したのは誰か。逃げ続けていた兄リチャードの DNA と完全に符合していた。真犯人は弟が刑務所で日々を刻んでいる間、どこかで自由に息をしていたのだ。この事実は直ちに裁判所へ提出された。新たな証拠、覆しようのない科学的な証明。18年分の沈黙が1枚の報告書によって音を立てて崩れ始めた。扉が開こうとしていた。今度こそ本当にウィリーの物語は最大の転換点へと向かっていく。扉はついに開かれようとしていた。 DNA 鑑定の結果が裁判所へ正式に提出された。それは弁護士たちが長年待ち望んでいた瞬間だった。報告書にはっきりと記されていた。現場に残された遺留物と一致したのはウィリーではなく兄リチャードの DNA だと。弁護団は直ちに再審請求を申し立てた。法廷は再び動き始めた。しかし道のりは簡単ではなかった。検察側はすぐには折れなかった。18年前の有罪判決をそう容易には覆そうとしなかった。証拠を疑い、手続きの箇所を探し、時間を引き延ばした。その間もウィリーは塀の中にいた。再審の法廷で弁護士は静かに、しかし力強く語った。目撃者の証言は当初から揺らいでいた。二人は双子だった。顔は驚くほど似ていた。警察が逮捕した時、確認は不十分だった。そして今、科学が答えを出した。真犯人は別にいる。検察は沈黙した。裁判官は書類をゆっくりと手に取った。法廷内の空気が張り詰めた。誰もが息を飲んでいた。長い沈黙の後、言葉が告げられた。ウィリー・ジャクソンは無実である。その言葉が響いた瞬間、18年という歳月がようやく終わりを告げた。冤罪は証明された。真実は遅すぎたかもしれない。それでも確かに届いた。自由を取り戻した男が次に直面したものとは何か。塀の外の世界は彼を優しく迎えたのだろうか。ウィリー・ジャクソンが法廷の外へと踏み出した。差し込む光は眩しすぎるほどだった。18年ぶりに吸う外の空気は冷たく、そして静かだった。しかし自由は
必ずしも救いを意味しなかった。釈放後、彼が最初に直面したのは、社会の無関心だった。テキサス州は、誤った有罪判決に対する保証制度を設けていた。しかし手続きは複雑で、時間がかかった。18年という歳月に対して、支払われた金額は、決して十分とは言えなかった。仕事を探そうとした。しかし、履歴書には空白があった。18年という空白だ。採用担当者は、その理由を聞いた。答えるたびに、彼は過去を掘り起こさなければならなかった。眠れない夜が続いた。刑務所の中での習慣が染みついていた。物音に過敏に反応した。人混みの中では、息が詰まった。心に刻まれた傷は、釈放の言葉一つでは消えなかった。それでも、彼は歩き続けた。支援団体の力を借りながら、少しずつ生活を立て直していった。同じように冤罪で苦しんだ人々の声に耳を傾けた。自分の経験を社会に伝えようとした。達した場所は怒りではなかった。それは静かな石だった。18年を返せとはもう言わない。ただ、同じ悲劇が繰り返されてほしくない。彼はそう語った。失われた時間は戻らない。変わったものと変わらなかったものが彼の中に今も共存している。この物語にはまだ続きがある。一人の男の人生が刻んだ最後の章へ。彼は今も語り続けている。自分のような人間が二度と生まれないように。冤罪は特別な話ではない。目撃者の記憶は揺らぐ。顔は人を裏切る。そして無実の人間が18年を失う。それは遠い国の出来事ではない。司法は完璧ではない。だからこそ問い続けなければならない。本当にその人が犯人なのかとあなたならどう思うだろうか。もし自分があの調査室の椅子に座らされていたら、証拠もなくただ顔が似ているという理由だけで声は届かなかった。18年間、それでも彼は折れなかった。失われた時間は戻らない。しかしこれから先の時間はまだ誰かを救える。この物語を忘れないでほしい。一人の男が生き抜いた18年は私たちへの静かな問いかけだ。